貯金の平均値と中央値の差が年々大きくなっているのですが、要因は何と言いますか？貧乏人が増え、金持ちが増えているから。例えば30代の貯金は平均値が1290万なのに対し、中央値は320万です。今後格差が広がると思うんですが、要因が知りたいです。貧乏人がどんどん増えているからです。はい、中央値じゃなくて、例えばその年収とか平均で貯蓄額でいくと、0から100万の貯蓄額、100万から200万の貯蓄額っていう棒グラフが出してたりするんですよ。で、その棒グラフを年々見ていくと、どの層が減ってて、どの層が増えてるかっていうのも分かったりするので、なので、貧乏な層が増えていて、金持ちは金持ちで増えているっていうのが分かると思います。ゼロ貯蓄世帯はどんどん増えてるんですよね。ゼロ貯蓄世帯っていう貯金を一切持ってない世帯ですね。物価が上がってるのはしょうがないんですけど、円安が是正されていますが、ヘルクさんは適正なドル円いくらだと思いますか？また1ドル100円になるとインパクトはどのくらい減ると思いますか？適正なドル円というのはありません。例えばじゃあその日本がじゃあ利子 10% になりましたってなったら、多分めっちゃ円高になると思うんですけど、っていう感じで利率だったりとか購買力陛下だったりによるので、適正というものがあるという考え方自体が間違ってます。例えばじゃあ今1ドル150円148円とかそれだと思うんですけど、アメリカがめちゃくちゃインフレになりましたってなったら、じゃあそこでインフレによってドル高がめちゃめちゃ進みますとか、ドル安がめちゃめちゃ進みますとかっていうので、為替が動いたとしたら、それによってやっぱ円も動くんですよ。ドルが何円であるべき、円が何ドルであるべきっていうものではなく、その状況だったり物価だったりというので、適正というのは毎日変わるんですよ。で、適正な金額というのは今です。要するにその額だったら買うよねっていう人がいる。なので、じゃあ1ドル170円で俺の1ドル買ってくるよって言ったら誰も買ってくれないんですよ。逆に1ドル120円で買ってくれるって言ったらみんなバンバン買ってくれるんですよ。なので、買うか買わないかギリギリのラインっていうのが今日の相場です。基本的には適正な価格というのが買いたい人と売りたい人のちょうどマッチングしたラインというのでいくと、適正な価格というのは今でしょっていうね。景気改善のために消費税を下げるべきだと考えています。個人的には消費税を 10% から 8% に下げて、その分社会保険料の個人負担を 15% から 20% に引き上げることで、全世帯の消費税負担を減らします。現役世帯の負担少し増えるというのがちょうどいいとかだと思いました。ひろきさんどう思いますか？この人は働いていないんだろうな。社会保険料が 5% 増えた場合、労働者自体は 5% 分を払うんですけど、会社も 5% 払うので、労働者と会社が負担する額は 10% 増えます。で、消費税 2% 増えます。なので、労働者はちょっと増えるとはないですね。10% 増えますからね。なので、一応計算をしてからちょっと増えるかどうかぐらいは言っていただけるといいんじゃないかなと思うんですけども、はい。税制の議論がされてます。今のだといわゆる氷河期世代がめっちゃ低年期で暮らすことになるそうです。これって不安な世代でしたね。あれみんな生活保護になるんじゃないですか？僕、生活保護バンバン取ればいい派です。で、その後、ベーシックインカムになるんじゃないかなと思ってます。日本の賃上げが進まない理由は何だと思いますか？平均年収はずっと460万前後、ボーナスを含めた平均年収590万推移より、ここ数年変わらない状況です。物価が上がるのに賃金が上がらない状況にいかん思います。産業別労働組合が作られないので、日本の法律の問題だと思います。韓国も昔は会社別組合だったんですけど、それだといくらストを起こしたとしても会社側が対応をしないよねっていうのがあったりするので、例えばその日本の場合って会社別労働組合だったりするので、1個のバス会社がストしましたって言ったとしても、他のバス路線が動いているからなんとかなるよねっていうのがあったりとかで、他のバス路線の人たちが手伝っちゃったりとか、臨時運行で手伝いますみたいなのがあったりして、ストとしてそんなに影響がなくなっちゃったりするんですよね。なんですけど、他の国の場合って産業別労働組合なので、バスがストしようぜっていうと、その地域のバス全部止まるんですよ。で、そうすると、その地域に住んでる人がみんないやいやストやっとるやんみたいなので、なんとかしろやボケみたいなのになって、バス会社全体がなんとかしなきゃいけないよねっていう形になって、じゃあ賃上げを飲むと。賃上げ飲めばもうこのストライキ終わるんでしょ、じゃあ賃上げしますみたいになったりするんですよ。なので産業別労働組合にするっていうのが必要なんですけど、ただフランスみたいに毎年毎年ストやってて、毎年この時期電車止まるよねとか、今飛行機止まってんだみたいになるのも国としてどうかとは思うんですけど、ただフランスの人たちの場合はストをやって給料を上げない限り庶民は幸せにならないよねというのをちゃんと理解しているので、ストで困ったとしてもストをしている労働者を責めたりはしないんですよ。お互い様だよね。なので自分たちの仕事の時ストやったとしても、それはそれで応援してもらえるよねっていうのがあったりするので、自分と全然関係ない業界だったとしてもそうしてる側を応援するっていう文化なんですよね。でも日本の場合は電車止まってチーふざけやがってとか、バス止まってムカつくみたいな、てめえの給料のためになんで俺が困んなきゃいけねえんだみたいなので、割とストをする人たちと敵対しちゃうんですよね。で、それはやっぱ会社別組合っていう少数の人たちがやったりそうなんですけど、産業別組合っていう形で大勢の人が参加するとかで、そうすると自分たちも産業別労働組合っていう形で大きな形の組合に所属することになるので、そうするとそうやって給料って上げていくよねっていう
ストで会社行かなくても許されるの？許されます。会社に行かなくてもサボタージュの権利というのが発生するので。なので、ストをしない限りやっぱ給料上がんないですよ。給料上げなくても、じゃあお前ら辞めればって言って、辞めたくないから働きますっていう人がいれば、給料はずっと上げなくても済むので。最近は外国人観光業にも消費税を支払ってもらおうと論説する方がちょこっと出てきます。この人は何だと思いますか？もちろん税収が増えるとメリットあると思います。日本人より外国人に行くする必要があるという政治的なルールを壊してしまう気がします。いや、僕も外国人消費税払えばいいんじゃねえか派なんで、結局インバウンドに頼るというのを決めた以上は、外国人から絞り取るって話なので、外国人からできるだけいっぱい取った方がいいよねって話なんですよね。で、長期的には今トランプ大統領のおかげで円高傾向でありますけど、長期的にはやっぱり円安傾向というのは変わらんよねとなるので、そうすると円安の中で儲けるためには外国人からぼったくれっていうのがあるので、なので外国人からお金を取る仕組みというのをちゃんと用意した方がいいよねっていうふうに僕は考えてます。はい。で、一応千葉県が宿泊税というのをやろうとして、それが今千葉県知事選の論点になってるんですけど、東京都とかあるんですけど、ホテルで泊まった時とかに宿泊税っていうのを払わなきゃいけないねってなんですけど、あれ僕賛成です。はい。修学旅行とか合宿とかでも高くなっちゃうの良くないよねとかなんですけど、それは補助金を出せ。いや、僕日本人には補助金を出して、基本税率を高くするという構造にした方がいいと思うんですよね。減税が正しいよねっていうのは一般的にはいいんですけど、減税をしてしまうとまず犯罪者が税金払わなくてよくなる、外国人は税金払わなくてよくなる。なので半グレとか外国人とかって所得税を払わないんですよ。なので僕長期的には消費税賛成論者なんですけど、犯罪をやりましたって言ってお金を稼いでも物買う時に消費税かかるんだったら結果税収取れるじゃないですか。でも消費税をゼロにして、で犯罪者は所得税払わないってなると税金払わないから超お得なんですよ。これ外国人もそうなんですけど。なので消費税は高いけどマイナンバーカードで全部戻します。例えばじゃあマイナンバーカードで買ったものに関しては全部後で還付しますよってなれば、日本人は実質的に消費税ゼロ。でも外国人と犯罪者はそこで消費税還付受けられないので、結果として税金を払うっていう形にした方が、真面目に働いてる日本人の方が得をするよねっていう形になるので、これ誤解されやすいんですけど、増税をして日本国籍を持っている日本人に関しては還付もしくは減税という形にして全体の税率を上げる。でも日本人の負担は少なくするという方がいいんじゃないかという説なんですけど、これね、理解してもらうの難しいんですよ。全体増税って言った瞬間、増税派だ、財務省の犬だみたいになっちゃうんで。なのでね、長く説明できる時じゃないと、この説明ができないんですよ。アベプラとかで言うと、多分、最初の増税のとこで他の人に話しかけられて、還付の話ができなくなるっていう。最近は税金に対する議論が活発ですが、そこでなぜか社会保険料も議論されることが多いです。これはどんな理由からだと思いますか？社会保険料は税金ではなく、そこまで負担が大きくないものなので、別途議論する必要があるものだと思ってます。この人は社会保険料払ってないんじゃないか？消費税が今 10% で軽減税率とかっていう 2% とかでどうこう言ってるんですけど、社会保険料って働いてる人がまず自分の払われた給料から 14% 取られるんですよね。でさらに会社も同じ額だけ払ってるので、社会保険料って実は 30% 近いんですよ。 29%。 なので消費税の3倍ぐらいの額なんですよ。で社会保険料を払わないという選択肢はありません。でこれね、日本人がよく騙される例で、本来他の国だと選択肢のないもので国に取られるものを税金と呼びます。別にそれが社会保険料と呼ばれるか介護保険料と呼ばれるかではなく、個人が選択して払わないということができない国が強制的に取るお金をタックス、税金と呼びます。なので国際基準でいくと社会保険料は普通に税金です。でもこれをなぜか税金ではなく保険料という名前だから税金ではないというふうに誤解をする頭の悪い人が日本人多いんですよね。だから本当ね、日本人ってね、奴隷としてはね、すごい使いやすいと思うんですよね。でこれ税金じゃないよ、社会保険料だからってこれ君のためだからって言って 30% 取って OK みたいな。消費税って税をつけると 8% から 10% っていうたった 2% で大揉めするんですけど、保険料って名前にすると 30% 取っても揉めないっていう。バカハックっていう意味でいくと、やっぱね、日本の政党の政治家は頭いいですよね。バカは税金って呼ばないと税金じゃないと思い込むっていうね。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。